おはようございます。画家の小木曽です。恐竜です。今日はですね、水彩、透明水彩でですね、生物画を描いてみました。どうですか？こちらの作品となっております。少し生物の基本的なお話も含めて、進めていこうと思います。写実的に描いてみました。時間が相当かかりました。ぜひ、ごゆっくりお楽しみください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。今日は2021年5月の14日金曜日深夜2時10分。私は今車の中で録音しております。久しぶりにまた車で今これ鉛筆でですね下書きをしていっております。 2B ぐらいの鉛筆を使って、していっております。庭に咲いたジャーマンアイリスであるとかっていうものを透明のですね容器に入れて、描きました。ちょっとですねもうたくさんいろんなパターンで、油絵にも起こす予定があるので写真にも撮っておいたのでそれから描いていっております。これはですね紙はキャンソンボード3ミリ厚というものですね。キャンソンボードというもので透明水彩は草壁さんの54色セットのうちの30色。何色を使ってるかよく知りません。鉛筆のデッサンだけでも結構これかかりましたもんね。3、40分もうちょっとかかったかもしれませんけども鉛筆で下書きをしていっております。写真を見ながらも、本物もずっとこれ庭で育てていましたんで、ずっとその観察してるんですね、日常からですね。で生物画も私もキャリアのスタートは私どっちかというと生物画なんですけども、生物画が一番初めに描いて、この間祖母が亡くなったんですが93歳で亡くなって、で祖母の家にずっと1枚生物画があって、僕多分キャリアを考えていった時に大学生になって一番初めに描いた絵がその祖母の家にあって、それなんであったのかなとずっと考えていたんですが、その時に葬儀に来られていた親戚の方がもう実は絵をよく買ってくださって、コレクターになるぐらい3、4枚、4、5枚買ってくれてるんですが、その方がまこちゃんの展覧会に行ったのよって言って、それも覚えてますよもちろんって言って、その方ですね。でその方のお兄さんが要はばあちゃんの旦那さん、だったんですが、その僕の要はじいちゃんとその親戚の方が一緒に東京に来てくれて、買ってくれたのが一番初めの親戚なんですけども、一番初めに絵を買ってくれた。でその時に買ってくれた絵をちょっと載せておきますが、じいちゃんが買ってくれたのがこの10号の生物画なんですよ。だから自分の中でその親戚を絵を買ってくれた人にカウントするか否か問題が私の中でずっとあったんですが、それをカウントすると一番初めに絵が売れたのが、19歳の時やということがこの間ちょっと葬儀で分かりました。ちょっとすごくそれはそうか、あの時じいちゃんも来てくれていたんやということを思い出して、普通はじいちゃんのことを覚えてるんですが、その親戚の方がすごく今90歳ぐらいになられてまだお元気で、見てますか？お元気ですか？またお会いしたいです。ちょっとこれ、この動画作ってこういうの作りましたよということで LINE に、で送ろうと思います。90歳ですけど LINE をしてるんですよ。いや素敵ですね。自分もそうありたいですね。やっぱりですね、ちょっと生物画のお話をじゃあそんなついでにしようと思うんですけども、生物画っていうのはだいたい15世紀のネーデルランド地方というところでまず出てくるんですね。でネーデルランドってどこって言ったらオランダという国はサッカーなんかで、胸のあれですね、あれを見るとネーデルランドって書いてありますよね。オランダってネーデルランドっていう風に言います。
で、その後17世紀に、オランダで、の中でより成熟していくんですね。17世紀15世紀ようわからんわっていう話でしょうけども、15世紀を考えると1400年代の後半ぐらいから出だすんですけども、皆さん本当にもうジャック・スパロウの世界ですよ。大航海時代とかっていうのを聞いたことありますよね。本当にもう以後よく広まる1549年になると16世紀になってきますけども、あの頃になると例えばイエズス会が日本に来て布教を始めるとかっていうこともあったりしますよね。ちょっとこう宗教も絡めてお話しておこうと思いますけど、今から約500年前とかですねでその頃の生物画というのはバニタスといってですね、絵の中にですねテーマというか何かメッセージを入れていたんですよ。でバニタス、例えば頭蓋骨が書いてあって、私たちはいつか死ぬんですよっていうことですね。そういう人生というのはいつか終わりを迎えるんですよ、だから今一生懸命生きましょうよということのメッセージを入れているんですよ。でそういうバニタスというものであるとか、例えば頭蓋骨があったり懐中時計があったり、なんかのお花があったり、一つ一つにそういう意味合いがあるんですよ。で、17世紀に入って、きてオランダでより発展をしていくんですが、なぜ発展していったかというと、オランダという国の中で、例えばアムステルダム、私アムステルダムも行ったことあるんで、すみません、これ全然絵の話してないですね。あんまり下地自体はですね、今回すごい反対色の紫で描けようとかっていうわけではなくて、写実的に描いていってますのであまり変な色をつけているわけではなくて、ある程度その色のちょっと明るめの色、そこにそぐ色の明るめの色をまず置いていくというような形で置いていっております何の話だったっけ。でオランダというところで、なぜ発展していったかというとですね、やっぱりですね、貿易で栄えた国というのはやっぱり独自の文化を育んでいくんですね。例えばルネッサンス期のベネチアというのはベネチアルネサンスという言葉ができるぐらいのベネチアというのもある、一つの、例えばなんか経済的に豊かな国で、ですね、例えば日本なんかも例えば90年代とか2000年代ぐらいとかっていうのは、バブルも弾けて経済的には豊かではなかったんですが、例えばガラパゴス、諸島で、育った一つの国の中で、島の中ではへんてこりんな進化を遂げた動物たちがいるわけですよね。でそれをガラパゴス形態、ガラパゴス化ガラ系なわけですよね。だから本当に例えば日本の携帯電話というのは島国の中で独自の進化を遂げていって、折りたたみであるとか、すごく海外から見るとなんじゃそらっていうような進化を遂げるということがありますよね。でそれが16世紀17世紀、お金を持っている国、貿易などで栄えた国というのは、例えばベネチア派というのはすごい色彩豊か、ちょっとずつ書いていっております。色彩豊かで、例えばキャンバスというものがベネチア派というところは開発されてですね、それまで板画、その前は壁画だったものからキャンバスというものを作って、バカでかい絵描いてくれみたいな感じで大金持ちたちが頼むようなことが起こってきたりします。一方オランダでそういうふうに貿易で栄えていくんですが、アウトフルペン、すいません、地名忘れましたというところからアムステルダムというところに、貿易の中心が移っていきまして、で、じゃあオランダの家っていうのはですね、干拓地なんですね。で干拓地で、埋め立て地というかですね、干拓地、佐賀県も干拓地なんですよ。だから佐賀県の土地とか家を建てるときは木杭みたいなものでなんていうんですか、基礎を作るというかですね、でそのなんていうかなんていうんですか、ドロドロの上に、家建ててるわけですから、木とか案外腐らない。東京駅かなんか確か
木食いだったからっていうのが確かねなんか出てきましたよね。あの辺りの東京駅の再開発した時に、もう100年以上ね経って、ちょっと細かい年数忘れましたが経っていても木食いというものであれしてあって、それが要はぬかるんだ水の中にあるから腐っていなかったというのが出てきたりしてるんですよ。どんどん脱線してます。何の話だったっけ。それでオランダというのは小さい家とかがたくさんあったりとかして、それでもすごく貿易で栄えたので、大金持ちたちがおしちょっと俺たちの集団のちょっと肖像画を描いてくれと。要は教会とかで、絵を描くというカルバン派と呼ばれるんですか。またカルバン派調べんといかんようになってきましたけど、中で例えば、宗教画があって、その後に風俗画と呼ばれるようなものがあったり、肖像画があったり、こうカテゴリーがあるんですね。絵の中のジャンルですね。で、風景画があって、最後に生物画というものがある。要は上からですね、ちょっとこう物事を分かる人、理解ができる人というのは宗教画、その後風俗画とかっていう、風俗画っていうのはですね、戒めみたいなものを書くんですね。酒飲みすぎたらあかんでと、酔っ払って、帰ったらあかんでとかっていうことですね。それは今も現代にも通じるようなものがあったりして、その後に歴史画があるんか。宗教画、歴史画、風俗画、風景画、生物画という多分ピラミッドになっているのかなと思います。でそういうふうに絵画の中に、要は言葉が読めない人とかのために、その一番カテゴリーの一番下にあるのが生物画なんですよ。でそこの中にもまた戒めであるとか何であるとかバニタスと呼ばれる、死に対する虚無感というかですね、虚しさとか、私たちはすごくエゴを持って生きていますが死んだらみんな同じですよみたいなことが書いてあったりとかですね、そういうことのために絵を描かれていたというのが生物なんですね。生物画なんです。だから例えばカルチャーセンターなんて、みんなで持ち寄ったこれ綺麗だから書きましょうねっていうところにちょこっとだけ何か自分の中でそういうメッセージを、自分なりで結構だと思うんですね。これも私はですね、毎年育てているジャーマンアイリスと呼ばれるものですね。僕は勝負とかも好きで、洋物和物そういうアイリス系ですね、が好きで、自分でこれ毎年花が若干でもちろん違ったり、色も多分土の状態によって少し変わったりするんで、今年こんな色になったんやとか、栄養とかの与え方とかによって変わってきたりするんで、すごく面白いんですね。読めないというかですね、そういう宿根草っていうんですか、宿る根っこの草と書いて、で私自身はですね、生物画というものからそんな今みたいな歴史的な背景なんて全く知らずに、ただただまず何書こうかなと大学生の武蔵野美術大学というところに入学して、3月の末ぐらいに引っ越して、4月からさあ新年度だってまず遊んだるでっていうことでひたすら遊んだんですね。ひたすら遊んで、1週間ぐらいしたらそう異常な虚無感に襲われたんですよ。19歳20歳ぐらいの時ですね、19歳かな。でその時に私は生物画を描こうというか、なんかせなあかんというふうなものすごい強迫観念に襲われたんですね。で4月の1日、引っ越して何日か経って、まだ入学式前にじゃあ何かやらんといかんということで、近くのスーパーに、買いに行って、当時その1000円したんですね。このかぼちゃ今も覚えてますわ。高知産のこのかぼちゃって言ってですね、いわゆるハロウィンで使うようなかぼちゃですね。でこれを買ってきた。でそれをただと卵、このしょうもない木の卵受けみたいなやつと、この丸っこい椅子みたいなの、今写真が出てますか、は東急ハンズで組み立て式の椅子です。もう金もなくてですね、今もよう覚えてますわ。ばあちゃんがこれは父方のばあちゃんなんで、この間亡くなったばあちゃんじゃないんですが、
親父おふくろから引っ越して、じゃあ10万やるからお前、その好きにじゃあなんかテレビ、まだ浪人時代テレビとか持ってなかったんですよ。今の子たちそんな考えられないと思うんですけど、ラジオとですね洗濯も近くのコインランドリーで、したりとかですね、風呂もなかったのでコインシャワーってみんな知ってるのかな。100円で5分間だけお湯が出るというなかなか素敵な、今東京にあるんですかね。で1週間に1回だけ僕は銭湯300円ぐらいやったか350円ぐらいやったんですけど、当時1週間に1回だけ銭湯に行っていいという自分の中で決まりを決めて、銭湯に行ったりしてました。そこで野球を見るのが楽しくてですね、僕は関西から東京に行って、関西にはジャイアンツファンなんて1人も2人もほぼいないんですが、東京はみんなテレビをつけて、日本テレビをつけてやってですね、銭湯行って8時半ぐらいにだいたい8時20分ぐらいに行って10分ぐらいで風呂入ってずっとあとテレビ見てました。で何の話や、すごいな今日脱線が。それで生物画を描き出したんですね。もう虚無感からなんかやらなあかんって、こんなために遊ぶために俺は大学来たんちゃうと。それで10万円くれて、親父と袋がくれたんですが、当時はですね携帯電話なんてまだなくて、固定電話をつなぐか否か。じゃあそれまで連絡どうしてたのというと、アパートメントの一室のところの大家さんが住んでいて、その人が取り継いでくれるという、なんか緊急の連絡があったら取り継いでくれるというシステムだったんで、今考えるとひどいもんですよね。今の若い子たち絶対考えられない時代ですよね。でも1年間それしたおかげで、なんか本当に自分の絵を描くということに集中できたのは本当に今思えばよかったですね。不便の中で見出せる、例えば週1回の銭湯であるとか書き込み出しております。でそんな1年間浪人時代を過ごして武蔵市の美術大学に入って、村下から書き出した絵がこのかぼちゃということです。それをまた1ヶ月に1枚書こうと自分の中でノルマを課しました。それはもう授業以外の課題とかの大学の授業の作品っていうのはもう当然のごとく結構頑張って真面目にやった記憶ありますもんね。ある時に、彫刻の課題かなんかで、ヤギかなんかの頭を木彫、めちゃくちゃ硬い木で、木彫でするっていうので、もう必死のパッチこいてやったら、ものすごいその彫刻の先生に褒められましたもんね、むさびの時。いや君ちょっとどう彫刻来ないって言われたりとかですね。デザインの授業で、コップかなんかをなんか平面的に書いて、平面で書いてこうしてああしてみたいな、なんかそれでプレゼンテーションするみたいな25年前の話ですけどもね、あったんですが、その時もデザインの授業でよし、こうデザインというのはみんなに評価されないといけないから投票制にしますって言って、学生同士が、おのおののいろんな人の作品に投票するということをして、それでもう一番だったんですよ。で僕今大学の授業とかでもそういうふうに学生の作品、私自身が評価するのではなくて、学生さんに、みんなの中でどれが気に入ってるか、もう自分が圧倒的に一番やったら自分の作品に票を入れていいよということで、成績をつけたりしています。でそんなことで、家で制作をするときに、こう生物がかぼちゃとかから書き出して、でずっと何の意味もなくかぼちゃ描いてたんですけども、かぼちゃを描いてたらですね、色が徐々に変わってくるんですね。赤っぽくなってきて、もうそれ1年間1ヶ月に1枚ですから10枚ちょっとできて、確か大学センター試験の時やから本当1月ですね。その年受け直しをして、東京芸大に入ったんで、1月までに10枚ぐらい作品を貯めて、当時、友人とH 君という友人、何してんのかな、 H 君は会いたいね。一緒の寮というか浪人時代過ごしていた H 君はなんか青春やな、めっちゃ仲良かったんですが、全く今連絡も取ってないんですけどね。と2人展を開いて、でその時に全部生物がわーっと出して10枚ぐらいだったと思いますが、その時に来てくれたのが、うちのじいちゃんとその妹さんである Y さん
ですね、今関東地方の方にお住まいですけども LINE を始めたと言ってた方ですね。そうか、その方々がそれで作品を買ってくれたのが初めてでした。でその後もずっとちょこちょこ1年間 4,5 枚ずつは生物画を描いていっているんですね。で私はもう本当にこう自分の中では作品っていうのはもう本当にその人を表すと思って、いるところがありますので、やっぱりそれは恥ずかしい部分も、描かざるを得ないというところはあるんですが、だから自分で花を育てたりとかしたりですね、していっております。だから仰々しいなんかこうガラスの高いこうガラスですとかじゃなく、本当にもう僕の生活に根ざした、そして最後ディティールをちょこちょこっていうのを書いていってるのもアップにしていっております。ちょっと話が飛び飛びになってですね、すみません。生物画というのはもう一度まとめますと、15世紀に、生まれまして17世紀のオランダというところ、だからオランダっていう町はお金持ちがいていっぱいいて、で小さい家やけども絵を飾るということがやっぱりその当時のステータスとなって、おのおのの家に飾る。だからフェルメールという作家さんの作品って基本的には小さいのが多いじゃないですか。でそういうこう小さい作品で、その中のカテゴリーとして生物画というジャンルがありました。でそれはいろんなこう人生の教訓、戒めみたいなものを作品の中に定着させていくということをしてあるわけです。じゃあこの作品は何なのかといったら、本当にこう花のこのジャーマンアイリスにしてもアイリスにしてもだいたい2週間ぐらいで散ってしまうんですね、花ってね。例えばバラなんかでも大輪で綺麗に咲いていてもですね、次の1週間10日ぐらいをピークにですか、バラはちょっとわからないですが、アイリスなんかはそういう風になくなると。でも結局根っこの方はどんどんまた育っていって、翌年また花を咲かす。でもその気象条件やら栄養なりなんなり、手入れやりなんなりによって、花自体がまた次の年変わってくるんですね。なんかこうそういうこう先が読めないものっていうのはなんかこう人生に似ているような気もしませんかなんて適当に今こじつけました。そういった花と本当に私の中ではもう本当になんか何の瓶やってようわからんような瓶、とかを大事に取っておいてですね、プラスこの後ろの廃材なんていうのはもう拾ってくるんですよ僕。で、どこかで、生かされてて代用品何かのに使われていたこういう廃材と、でももうなんか用途をなしていないんですねこれね。でもね、一時は何かのためにこう生木されて、彼らは何かに使われていたけど必要がなくなったらポイとされる。それがちょっと大きかったりするとゴミ袋に入らんって言って、もうこんなもんあれ、その辺置いとけみたいな感じで置かれたんですが、かわいそうな木々たちをもう一回使ってあげようということで、再利用すると、今生々しく美しく咲いているジャーマンアイリスとそれと用途をなさなくなったけども、それでも時間を経て、時を経て、それなりに、ですね、若い人とお年寄りみたいなお年寄りとか言うとまた怒られそうやな、すみませんでした。今間違えた発言がありました。すみませんなんていうか、刻まれたシワというかですね、年輪みたいなですね、そういうのの対比で、絵を見せてあげようと思っております。その程度のもんなんですけどね、ものをずっと見るということはまた新しい発見とかがありますもんね。だから多分僕ら絵描きの仕事というのは世の中の見方みたいなのが普通の人より深くなるんじゃないかなと勝手に思いながら、そんなこんなでやばい終わりそうになってきました。今日武蔵野美術大学時代の大根泥棒の話をしようと思ってたら失敗した。すみません、今日は尺を間違えてしまいました。いつか大根泥棒と呼ばれるお話、これは学生さんの中で結構面白いと言ってくれるんで、この話多分まだほぼしてないかもしれませんので、また機会があればしたいと思います。深夜2時33分になりました。おいしいチューハイを飲んで、明日は土曜日、ライブペイントがありますので少しお休みをいただこうと思います。マスキングテープを剥がしました。解説になってません。絵の話はほぼしません。雑談でした。以上です。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったですか？こういった感じで少し時間をかけてちまちま書きながらハーフトーンを増やしていったという作品でございます。時間があるという方はこういった感じで生物画もですね、少し、水彩の偶然とかはあんまり自信がないという人はちまちま書いてみるということをお勧めします。次回は何をするかは未定ですが、ぜひまたお付き合いください。ではバイバイ。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。